皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本のリベラルの思想についてです。現在の岸田政権は自公政権、そして自民党が与党であるからにはそれだけの議員の人たちが選挙を通ってきたことを意味しています。そうした状況を快く思っていない人がいます。自称ジャーナリストの津田氏とテレビコメンテーターの青木氏の会話の中で、なぜ人々は自民党に投票し続けるのかという問いに対して青木氏が劣等民族だからという答えをしました。このやりとりがインターネット上で大いに話題になったので、今回はその発言などを取り上げていこうと思います。こうした発言のやりとりが行われることそれ自体が自民党が強力な野党に脅かされない理由でもあります。劣等民族、自民支持層をめぐる指揮者発言拡散、立民議員らも反論、極めて差別的、不愉快。元新潟県知事で立憲民主党の米山衆議院議員や無所属の松原衆院議員らが17日まで SNS 上で話題となった劣等民族というワードに対し不快感を表明した。劣等民族の拡散はジャーナリスト青木氏の発言が発端と見られている。青木氏は12日に配信された政治メディアの YouTube チャンネルオリタス TV で津田大介氏と対談。冒頭で津田氏が人々はなぜ自民党に入れ続けるのかという講演を予定していることを告げると、青木氏がよくこんなテーマで一言で終わりそうじゃない、劣等民族だからってと感想を漏らし、津田氏も笑って応じた上で、単純な話ではなくていろいろなのがあるんじゃないかと深掘りする趣旨を説明していた。この発言が拡散されると米山氏がリアクション。私は立憲民主党ですがそれで良いということではないけれど、一定の人が自民党に投票する理由はわかります。それは決して劣等民族だからではなく、我々は正々堂々その理由に打ち勝とうとしています。劣等民族などという考え方は何であれ極めて差別的で、決してリベラルなありようではありませんと試験を述べた。続く投稿でも、本来のリベラルは自分の民族に対しても劣等民族なんて言葉を使いませんし、そんなことを考えもしません。と言いますか、劣等民族なんていう人は一体全体自分は何なのか、いくら自分を含む多数派相手とはいえ、それはあまりに差別的だと思わないものなのかと思いますと綴った。松原氏も文脈に関わらず劣等民族という表現そのものが不愉快ですと投稿した。津田氏が開催する人々はなぜ自民党に入れ続けるのかというのは YouTube チャンネルで告知がなされていました。その投稿内におけるやりとりでも青木氏が劣等民族だからという話をした後に2人は大いに笑っていました。これを問題視しているといった姿は全く見られませんでした。自公政権が長く続き、そして政権交代が起こった時においては、民主党には力不足であることがはっきりと分かりました。それ以後なかなか自民党の支持率も低いんだけれども、一方において野党の支持率が上がらないという状態がずっと続いています。こうした背景にあるのが、単純に野党に全く信頼性がないといった問題を抱えています。野党の取る戦術は、まずは上げ足取り。国会でクイズ大会を開いて、こんなことも答えられないのかみたいな話をして、延々と国政とは関係のないところで、いかに相手を引きずり下ろすかばかりを考え行動する。その浅ましい姿には非常に共感を得ることができません。しかし一方において、そうしたリベラルを自称する人たちの中には、自分たちこそが正しく頭が良く、そして自分たちを選ばない人たちが愚民であるという考えを持っている人がいます。そうした考えというものが今回の青木氏の発言には現れているように私には思います。もちろんこれはあくまでも私の見方であって本当はそうではないかもしれませんし、青木氏の発言はもしかしたらもっと柔らかく言った感じでそうだったのかもしれません。心の中にはもっとひどい言葉が浮かんでいて、それよりも柔らかく表現しただけでなんでこんな言葉で周りが反応しているのかと驚くかもしれません。しかしそれは本人の差別心が非常に強いことの表れであり、世間との評価の乖離だと思います。しかしここで問題なのは、このような人物があたかも有識者であるかのように取り扱われ、テレビコメンテーターやもしくは雑誌などで記事などを持っていたりなどもするような人物だということです。テレビの影響力は
以前に比べれば徐々には下がっています。しかし、影響力がなくなったわけではありません。テレビに出ていなければ知らないというような感じで、認知度を上げる手段としてテレビの力は未だにあります。YouTube の中では有名人だけれども、しかしテレビに出ていないので、世間的にはほとんど誰も知らないなんていうことはよくある姿です。そしてこのような思想に支えられている野党の中で、立憲の議員が反応したというのは、さすがにこれはまずすぎるだろうという考え方があったからだと思います。米山議員が指摘しているように、これがリベラルの考え方だといったような感じでこれを支持するようなことがあれば、周りから批判されまくるでしょう。ほとんど誰も擁護できないような発言だからです。しかし、そのような発言を無意識に行うような人物、決して今回だけの話ではありません。例えば、以前行われた東京都知事選挙において、蓮舫氏の支持者の人たちが落選後の負け惜しみの言葉として、なぜ私たちを選ばないのか、そしてなぜ小池都知事の再選へとつながってしまうのか、なんでこの人たちを投票するのかといったような話の後に、似たような負け惜しの言葉をかけて、小池都知事に投票した人たちに対する侮蔑の言葉を吐いていることが一時話題になりました。彼らには自分たちの支持する候補者、それ以外に投票する人たちが恐ろしく頭の悪い愚かな人たちに映っているようなのです。決してそこには単純に意見の違いがあるだとか、評価軸の違いがあるとか、そういった感じではなく、明らかに差別的な心があるように私には思います。このようなことをしている限り、国民にとって信頼できる野党にはならないというのは私は明らかだと思います。さて、そんなヤバそうな人が支持している立憲民主党なわけですが、現在代表選が行われています。現在のところどのような動向になっているか、産経新聞の記事をお伝えします。立民代表選国会議員支持は、野田佳彦氏が37人でトップ、枝野氏が2位、23日投開票の立憲民主党代表選で、野田元首相が党所属国会議員136人のうち37人の支持を固め、他の3候補に先行していることが産経新聞の取材で分かった。それに次いで枝野氏が25人 18.4% をまとめて追い上げを図る。現代表である泉健太代表は国会議員21人 15.4% の支持にとどまっている。代表選では有権者の票がポイントに換算されて勝敗が決まる。合計740ポイントの半分は地方議員と党員、協力党員で占められることから、国会議員の支持が少ない候補が勝利する余地もある。野田陣営関係者は、党員票では枝野氏が強いと語り、全体では野田・枝野両氏の競り合いになるとの予測を示した。両氏による決選投票にもつれ込む展開も予想される。そして、現在代表選が行われているという意味では、自民党総裁選、立憲民主党の代表選が行われているわけですが、これに批判の声を上げている人がいます。共産のやり方が一番、小池晃氏。自民・立民の党首選に疑問。公選制採用しない手法を持参。共産党の小池書記長は記者会見で、自民党総裁選と立憲民主党代表選の候補者同士が異なる主張となる論戦に疑問を呈した。いろんなことを言っていて国民は信用できないのではないかと述べた。同時に一丸となって取り組むのが正当だ。共産のやり方が一番良いとして公選制を採用しない共産の手法を持参した。自民・立民両党の論戦に注目が集まっていることに対しても羨ましくないと強調した。共産は2から3年に1回開く党大会での議決により中央委員会を選出し、その中から委員長を決める。党員投票は行わない。昨年、公選制導入を訴えた党員2人を除名し、物議を醸した。自民党総裁選に関する動画はこれまで少しは作ってきたわけですが、一方において野党の立憲民主党の代表選についての動画は一本も作っていません。そもそも注目されているという話がこの記事の中でちょこっと出ていますが、私は全く注目していません。というのも、立憲民主党の代表が誰かに変わりましたよとなっても、それで立憲民主党が何か良くなるかと言われれば、おそらく何も変わらないだろうと私は思っているからです。もちろん、今回ね、出馬している野田元首相と枝野氏、そして泉健太氏、吉田晴美氏、それぞれの個性は当然のように違いますし、掲げている政策面においても同じものではありません。しかし、立民の性格それ自体が
反自民というこの一つの方向性しか持っておらず、いわゆる二大政党制のような、あっちの政党じゃなくてもこっちの政党に任せれば良いじゃないかというような性質のものではありません。私から見れば存在している価値がほとんどないような政党です。しかし忘れてはならないのは、自民党は明らかに一党独裁の状態であれば暴走するものですから、健全な野党やもしくは政権交代可能な野党といったものは絶対に必要だと私は思います。自民党に自浄能力を求めるよりも、自民党に対してミスをすれば政権交代が起こりうるぞ、そしてその時に政権を任せられるぞといった勢力というのはあった方がいいに決まっているからです。しかし同時にそうではないからこそ、日本では無党派層の人が非常に多くなっています。自民党には問題があるし、立憲民主党には問題がある。さらに共産党については全く問題しかないような政党です。自民党、立民がそれぞれ代表選を行っているわけですが、少なくともそれぞれの党員の人たちは自分の意思を示し、それが反映される仕組みがあります。一方で共産党は自分たちの方こそ素晴らしいとは言いつつも、結局のところ上層部の人たちが談合した上で独裁者を決めて、その独裁者が政治をし続けるという意味では一番醜悪な政治形態を取り続けています。よくもそれで他の党を非難できるものだと思います。しかしこの話というのは一番最初の青木治氏の話にもつながってくるわけですが、自分たちこそが賢く、そして自分たちこそが愚かな人たちを指導していくんだという歪んだ差別心の塊であるならば、この考え方というのは共産党の上層部にしてみればそれが妥当だと考えるのも想像できるわけです。そしてこのような考え方があるからこそ、本場中国共産党もまた同じようにして上層部が独裁政権へと至ってしまうわけです。こういった人を小馬鹿にするような人たちの意見に惑わされないような形で、それぞれが少なくとも自分の考えはこうだというものを持てるような知識や考えを深める時間というものをぜひとも皆さんも作っていってください。そうしなければこういった好きかっていう人たちの批判することも難しくなってしまいます。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見なかった方は評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。